私は美穂、32歳の専業主婦だ。3年前にじらしにじらされて、夫の和也と結婚した。和也とは大学時代からの付き合いである。同い年なのに、他の男性よりも落ち着きがあって、頼りになる和也のことが、私は本気で好きだった。世間知らずで浅はかな私は、当時30歳になる前に結婚して、早く子供を産んで、幸せな生活を送りたいと思っていた。だが、人生は理想通りにはいかない。和也は仕事を言い訳に結婚を先延ばしにして、結婚に興味がない様子だった。私が28歳の時に、和也に、ねえ、あと2年で30歳になっちゃうんだよ。結婚を焦るのってそんなにおかしい？周りはみんな結婚していって、私もう辛いんだよ。と言って、泣きながら結婚を迫った時、和也は申し訳なさそうに、今は大きなプロジェクトを任されていて、結婚する余裕はないんだよ。それに、人は人だろ。みんなが同じ人生を歩んでるわけじゃないんだから、焦る必要ないよ。と言ってきて、私は本気で別れようか悩んだ。だが、その半年後に、和也は意見を覆し、結婚しよう。やっぱり、美穂とは生涯共にするんだから、早く籍を入れた方がいいよな。と言って、私に婚約指輪をくれたのだ。私はようやく結婚できるという安堵から、その時の和也の様子に違和感を感じることなく結婚に至った。だが、結婚してすぐに和也がなぜ結婚を急いだのか分かった。義母が腰を痛めていて家事ができないので介護要員が欲しかったらしい。私は結婚後、仕事を辞めて専業主婦になって家のことを全てやることになった。義父はすでに他界しており、和也は義実家で義母と二人暮らしをしているところに私が入り込んだ形となった。私はアラサーになってもまだ世間知らずだった。義母の腰を本気で心配して、あろうことか義母に、お母さん、腰おつらいですよね。私に任せて休んでください。辛い時はすぐに言ってくださいね。と言って、義母に気に入られようと努力したせいで、私は家政婦であり、ヘルパーになってしまった。義母も和也も、家のことは私に頼りきる気満々で、その負担はすべて私にのしかかってきたのだ。それでも私は義母を大事にしたと思うし、夫の顔を立てていた。そんな生活が3年経った頃、大学時代の親友から LINE で写真が数枚送られてきた。それは和也が女性と腕を組んで歩いているところや、2人でいい雰囲気のバーに入ったりホテルに入っていくところを写したものだった。しかもその相手というのが大学時代同じ学部で学年が2つ上だった酒井先輩だった。大学1年の時、和也は酒井先輩と付き合っていた。だが彼女が就職してから2人は疎遠になり、自然消滅したらしく、和也が慰めてほしいと私に言い寄ってきたのだ。私は怒りでカーッと頭に血が上った。和也が帰ってきてすぐに、私はその写真を見せながら彼を責めた。ねえ、なんでこんなことできるの？この人、酒井先輩だよね。信じられないよ。私はあなたのために家のことを全てやって、お母さんの面倒まで見てるのに、あなたは私を裏切るのね。だが、和也は悪びれもしない様子で、私に冷たい視線を向けた。だってお前、結婚してから初対じみてきたじゃん。おばさん臭くて、女性として見れなくなったんだよ。手もガサガサで汚いしさ、髪のケアとか全然しないし、肌もボロボロじゃん。浮気されたくなかったら、自分磨きしろよな。なんですって？彼女はさ、今も仕事バリバリ頑張ってて、役職持ちで高収入なわけ。毎月エステにも行ってて、自分磨きも怠らないし、綺麗な女性なんだよ。お前は俺にずっと結婚してくれって言ってきて、努力とかしなかったじゃん。俺は頑張ってる彼女が好きなんだよね。和也は目を輝かせて、酒井先輩の自慢話を始めた。私だって
結婚前は化粧や服に気を使って和也に気に入られるよう努力をしていた。結婚してからは義母に介護が必要だからと専業主婦になって、和也の限られた給料の中でやりくりして3人の生活を守ってきた。自分にお金をかける余裕なんて全然ない。しかも義母は介護認定されるほどではないし、自分で動けるはずなのに、私に甘えて何でもかんでも養生を言いつけてくる。和也とは最近全然触れ合うこともなく、この生活に嫌気がさしていたのだ。そして和也の言ったおばさん臭くて女性として見れない発言で、私はもう和也を見限ることに決めた。そう、和也の気持ちは分かった。別に酒井先輩と別れろなんて言わないよ。おばさん臭いなんて思う人より好きな人と一緒にいた方がいいもんね。私は和也の幸せを願ってるよ。でも一つだけお願いがあるの。一度だけでいいから酒井先輩に会わせてほしいんだ。和也は私が酒井先輩に何かしでかすのではないかと思ったらしい。なかなか会わせてくれなかったが、酒井先輩も私に会いたいと言ったそうで、3人で対面することとなった。念のため私が酒井先輩に襲いかからないようにと、落ち着いた雰囲気の喫茶店で話し合いをすることにした。私はそんなことしないのに、信用されていないことにも腹が立つ。和也と酒井先輩が2人並んで座り、向かい合うように私が座る。酒井先輩とは大学時代話したこともなかったが、当時の彼女は毎日ゴスロリファッションだったので、大学内で有名人だった。今は落ち着いた雰囲気の美魔女といった風貌で、これは和也が惚れるのも無理ないと思えた。少し気になったんですが、いつから和也と関係が始まったんですか？2年前かな。彼が営業でうちの会社に来て、担当したのが私の部下だったのよ。私はその上司として対応してね。私、ずっと和也と別れたことを後悔してたから、ここで会えたのは運命かななんて思って。へえ、運命的な出会いですね。そうでしょ？そしたら和也、独身ですって言い寄ってきてね。やり直すチャンスだと思ったの。でもすぐに既婚者だって分かったわ。それでも私は和也は話したくなかった。ねえ、慰謝料はいいねで払うわ。だから早く離婚してくれない？私はある計画を考えており、いざそれを実行すると思うと心臓がドキドキしてなかなか返事ができなかった。酒井先輩は私の返事をゆっくりと待ちながらコーヒーに口をつけた。だがその隣で和也が私を睨んで早く答えるようせかしているのがわかる。昔は落ち着きのある大人な人だと思っていたのに、本当は自己中で冷たい人なのだと気づかされた。私もコーヒーに口をつけ、言うべき言葉を頭の中で練習してから口を開いた。慰謝料1000万支払っていただきます。はあ？いいねで払うって言ったけど、それはありえないだろ。訂正しろ。和也は今にも立ち上がりそうな勢いで怒鳴りつけてきた。すると酒井先輩が和也を制止して、私にニコッと余裕の笑みを見せた。心の傷に対する代償としてそれくらい払ってあげたいところだけど、あなた浮気の慰謝料の相場知らないのね。さすがに1000万は払いたくないわ。では値下げをしましょう。ただし条件があります。再婚したら絶対に義実家で同居すると約束してくださいませんか？私は和也と結婚して義母との生活で身も心もすり減りました。あなたが結婚して義実家に同居して私と同じ思いをしていただきます。約束をしていただけるなら500万でいいですよ。私はカバンからその条件が記された念書を出した。すると酒井先輩はクスクスと笑い出した。用意周到ね。それくらいいいわよ。
その念書にサインして500万支払ってあげる。もちろん結婚後はあなたと同じ条件で義実家に同居してあげるわ。酒井先輩は義母とうまくやっていく自信があるのか、余裕の笑みで私を見下した。まるであなたとは違うのよとでも言いたげに。その後すぐに私は500万をもらって和也と離婚した。だが離婚届を出すのは簡単だったが、私が義実家を出るのは簡単ではなかった。義母は私に何度も謝罪をして、これからはあなたの人生を大事にね。私もあなたに甘えすぎたわ。本当にごめんなさいね。と言ってくれたのだが、和也が私を義実家から離そうとしなかった。お前、俺たちはようやく愛する人同士結婚できることになったんだ。お前は彼女に家のことをやらせるつもりなんだろうけど、俺はそんなの許さないからな。あんな念書、法的効力なんかあるもんか。俺たちの新婚生活邪魔すんな。母さんはお前が面倒を見ろ。和代な非常識な物言いに私は心底呆れた。どうしてこの男を一度でも愛してしまったのか。自分を許せなくなりそうだ。何言ってるの？意味がわからないよ。私とあなたは他人になったんだよ。それはわかるよね。私にあなたのお母さんの面倒を見る義理はないのよ。でもさ、この3年母さんの面倒を見て情とか湧いただろ。放置して出ていくなんて、この白状者。その時だった。義母がやってきて和也の頭をバシッと叩いた。何を言ってるんだい、このアホ息子。離婚して他人になるということは、今後一切美穂さんに頼れないってことなんだ。お前は美穂さんを幸せにできなかったんだ。美穂さんの幸せを考えておやり。今まで義母のことは好きでも嫌いでもなかったが、最後に義母の好感度だけ上がって、この義実家での生活を終えることになった。ちなみにその後の元義母は、酒井先輩との結婚を許しておらず、結婚を許さないと断言したそうだ。結婚するなら親子の縁を切るとまで言い切ったと、電話で義母から聞いた。マザコンである和也は、母と酒井先輩の間で揺れているそうで、煮え切らない態度に元義母は苛立っていた。私は無事実家に戻り、結婚前に勤めていた会社に復職した。3年のブランクはあったものの、仕事をし始めると体が覚えていて、バリバリ働いた。小さい頃、ずっと花嫁になるのが夢で、仲のいい両親のように幸せな家庭を築くのが私の人生の目標だった。32歳になった今、罰もついてしまったし、再婚は難しいように思えた。それなら他の幸せを見つけようと思い、新しく趣味でも始めようかと思うようになった。それから半年後のこと、仕事を終えて会社から出ると、和也が私を待ち伏せていた。和也？久しぶり。少し話せないか？和也は少し気まずそうな顔で聞いてきた。もう和也と話すことはないし、無視したいところだが、私が期待している内容が聞ける気がして、和也の誘いに乗った。そして、私たちは近くの喫茶店に入り、和也の話を聞いた。どうやら、あれから酒井先輩と籍を入れたらしい。和也は元義母だけでなく、他の親戚たちからも私を裏切ったことを責められたそうだ。結婚式を挙げようと思い、招待状を送ったところ、ほとんどの人たちに拒否されたらしい。これでは寂しい結婚式になってしまうため、結婚式を挙げずに義実家で酒井先輩と同居を開始した。元義母は酒井先輩が大嫌い。ここに住むならその女と離婚しろ。離婚しないなら家を出て行け。と元義母は2人に怒鳴りつけたらしい。だが私との約束もあって、無理に義実家に住むことになったらしい。離婚前までは元義母がどうなろうと知ったことじゃないと思っていたが、
今となっては迷惑をかけたことを申し訳なく思う。後で謝罪の電話を入れることにした。酒井先輩はかなりずうずうしい性格のようで、元義母が文句を言っても実質に鍵をかけてのんびり過ごしているそうだ。結婚してからも仕事を続け、ヘルパーさんや家事代行サービスを利用して義母の面倒や家事を頼んでいるそうだ。酒井先輩が余裕の笑みで念書にサインをしたのはそういう方だったのだ。お金に物を言わせれば自分は苦労しなくて済むという魂胆だった。私は期待したような結果が得られずに落胆した。だが和也は私を裏切ったことを後悔していた。今や義実家酒井先輩の天下らしい。和也が浮気しないように月に1万のお小遣いしか渡されず、お金はすべて彼女が管理しているらしい。家に帰ると母さんがいつも怒ってて、家の中の空気は最悪だし、妻が料理したくないって言って毎日家事代行スタッフの作り置きなんだよ。結婚しなきゃよかった。けど離婚してすぐに結婚したばかりで、離婚はちょっと。へえ、それが嫌ならあなたが家事をしてお母さんの面倒を見たら？酒井先輩は高収入なんでしょ？子供を産む気がないならあなたが必死に稼ぐ必要ないじゃない。そんなわけにはいかないよ。世間体ってものがあるんだから。浮気して離婚したあなたが世間体なんて気にするのね。男なんだから浮気くらいするのは当然だろ。でも男が主婦なんて格好悪いよ。浮気している時点で格好悪いとなぜ気づかないのだろう。浮気がかっこいいとでも思っているのだろうか。昔は悪だった自慢して反省していない男と同じ部類の人間のように思えて、私はため息をついた。あなたがそう思うなら自分がしたいようにすれば？仕事を続けて空気の悪い家に帰ってお母さんや酒井先輩におべっか使うといいよ。私が立ち上がって帰ろうとした時、和也が私の手を掴んで引き止めてきた。そこでお前に相談があるんだ。俺と付き合ってくれよ。はあ？お前が俺との離婚を決めたのは本当は強がりなんだろ。デート代はお前持ちで付き合えば俺は疑われる心配がないってわけだ。明暗だろと言わんばかりの顔で和也はキラキラした目を私に向けてきた。無理。私あなたのこと大嫌いだから。私は掴まれていた手を振り払い、そのまま喫茶店を出て帰宅した。まさかそれが和也を見た最後になるとはこの時は思いもよらなかった。その3日後のこと、私は急に警察から呼び出しを受け、警察署に赴いた。和也は寝ている間に薬物を飲まされて急逝したらしい。妻である酒井先輩は行方不明とのことだ。離婚したばかりの私が何か知っているのではないかと話を聞きたいらしい。私は参考人として取り調べを受けることになった。3日前の出来事を話し、それ以降のことはわからないと答えた。取り調べは2時間程度で終わり、なんだか腑に落ちないまま帰ることになった。その数日後、元義母から電話があった。ねえ、あなたなら何か知ってるんじゃないの？お願い、知っていること少しでもいいから教えてください。お願いよ。元義母は必死な声で聞いてきたが、申し訳ないが答えられることは何もない。すみません。本当に何も知らないんです。確かに3日前に和也さんが私に会いに来ました。浮気相手になってくれなんて言われて、私は無理だと断りました。その後は和也さんと関わっていませんし、本当に何も知らないんです。私が話し終えると、元義母は泣きながら電話を切った。事件の前日、和也と酒井先輩が大喧嘩していたと
近所の人たちの証言もあった。警察は酒井先輩の行方を追っているらしい。その半年後に風の噂で聞いたのだが、酒井先輩は浮気相手の家にかくまってもらっていたところを発見されたそうだ。容疑者として警察署で取り調べを受けることになった。当然仕事は懲戒解雇。有罪判決が下り、有機罪に処されたらしい。私に慰謝料を払ってまで離婚をさせて、自分が愛する人の妻の座についたのに、そこまでする理由があったのだろうか。今となってはもう何もわからない。それから私は恋愛や結婚が怖いもののように思えて、一生独身でいようと考えるようになった。だが心の傷も時間が経てば癒えるもので、それから2年が経った頃、職場の後輩に告白されて付き合うことになった。バツイチであることや年齢のことを悩んでいたが、愛する人がそばにいてくれれば何も望みません。その相手は美穂さんだけなんです。とまで言ってくれたのだ。35歳で再婚し、このまま2人で生活していくと思っていたが、その1年後に私は解任した。高齢出産になってしまうものの、夢にまで見た温かい家庭を築けることに、私は嬉しさのあまり涙した。これからは私を大事にしてくれる夫と、これから生まれてくる子供と幸せな人生を送りたい。